みんな、こんにちは。子供怠け者の坊だよ。坊のお父さんだよ。今日はとても興味深くて、ちょっとゾクッとする話をするよ。ちょうど夏休みだから、もしかして怖い話？ある意味怖いかもね。今回は殺人生物ランキングトップ10を紹介するよ。でも大丈夫。みんな怖がらないでね。今日の話は知っておくと、絶対に役に立つんだ。殺人生物。思ってた怖い話とは違うけど、どんな生物たちなのかとても気になるね。みんなもどんな生物たちが出てくるか予想してみてね。じゃあ早速順番に見ていこう。第10位はワニだよ。ワニは森の危険生物の動画でも紹介したね。よく覚えてるよ。ワニは顎の力が強くてとても危険なんだ。そうだね。特にアフリカでは多くの事故が起きているんだよ。実際にどのくらいの人がワニの被害に遭って亡くなってるの？年間でおよそ1000人くらいの人が犠牲になっているよ。年間1000人。それで第10位ってことは、もっと恐ろしい生物たちがこれから続いていくんだね。第9位はサナダムシ。これは寄生虫で長い体が特徴なんだよ。こんな虫がそんなに危険なんだ。10位のワニよりも小さいし、全然強くなさそうなのに。見た目だけで判断してはいけないよ。年間の犠牲者数はワニの倍の2000人にもなるんだ。そんなに被害が大きいんだね。だけど、どうやって体の中に入ってくるの？生の肉や魚を食べるときに感染することが多いんだ。基本的には症状はないんだけど、稀に幼虫が消化管以外の部分にも広がり、痙攣などの重篤な症状を引き起こす病気を誘発することもあるんだ。それは怖いね。しっかりと調理された料理を食べるようにしないとね。第8位は海虫。海虫、聞いたことないけど、どんな生物なの？海虫は寄生虫で、人の体内で大きく成長するんだ。主に汚染された食べ物から感染するんだよ。怖いね。ちゃんと手洗いや食べ物の衛生に気をつけないと。そうだね。みんなも手洗いとうがいを習慣にしよう。年間の犠牲者数は2500人だよ。さっきのサナダムシと同じくらいの規模なんだね。続いて第7位は巻貝。海にいる可愛い貝にも危険が潜んでいるんだ。そんな、あんなに綺麗な貝が危険なんて、どんな風に？この貝が持っている寄生虫が重血球虫症を引き起こすんだ。特に淡水の地域で注意が必要だよ。結局は寄生虫なんだね。魚だけじゃなくて貝にも気をつけないといけないのか。そうだね。ちなみに犠牲者は年間で1万人と言われているよ。1万人。一気に桁が変わったね。次はサシガメだよ。今度は虫なんだね。名前からして刺されるのかな？その通り。種類にもよるんだけど、人などから吸血する種の一部は感染症の媒介者となってシャーガス病を広めるんだ。特に南米で問題になっているよ。シャーガス病って聞きなじみがないけど、どんな症状が出るの？原虫の侵入した部位の腫れや炎症、リンパ節腫脹から始まり、発熱、肝皮腫に進行し、一部の患者は急性心筋炎、髄膜脳炎で死亡することもあるんだ。小さい虫がこんなに危険なんだね。すごく注意が必要だね。第5位はツエツエバエだよ。第6位から虫が続くね。ちなみに、ツエツエバエってどんな虫なの？ツエツエバエはアフリカにいるハエで、アフリカ睡眠病を媒介するんだ。とっても怖い病気だよ。初めて聞いたけど、どんな症状なの？平衡感覚が保てず歩行が困難になったり、錯乱、痙攣などの症状が出現するよ。睡眠の症状として眠気、失眠が現れることが特徴で、眠り病と呼ばれているんだ。治療せずに放置するとほぼ確実に昏睡、死亡に至る危険な病気なんだ。知らなかった。アフリカ以外では見かけないみたいだけど、気をつけないとね。第4位は犬だよ。犬が第4位？あんなに可愛いのに。そうなんだ。
狂犬病っていう病気にかかっている犬はとても危険なんだ。噛まれたらすぐに病院に行かないといけないよ。だけど、狂犬病のワクチンを打ってる犬は安心なんだよね。そうだね。もし狂犬病にかかると、発熱、頭痛といった風邪症状から始まり、錯乱、幻覚、攻撃的状態、水を怖がるなどの症状から最終的には昏睡と呼吸停止で死亡してしまうんだ。発症するとほぼ 100% 死亡する危険な病気だよ。被害者は年間2万5千人もいるんだ。そんなに怖い病気なんだね。みんなも野生動物と接触する機会がある場合や、医療機関が近くにない地域へ旅行するときは、渡航前の予防接種をして、野生動物には近寄らないように注意しよう。第3位はヘビだよ。ヘビも森の危険生物の動画で紹介されてたよね。毒ヘビがとても怖かったし、印象に残ってるよ。その通り、毒ヘビが特に危険で、毎年たくさんの人が命を落としてるんだ。死亡者数は年間約5万人だよ。そんなにいるんだね。ところで、毒を持ってるヘビってどうやって見分けるの？それは地域によるけど、色や模様でわかることが多いんだ。危ないところでは必ず気をつけてね。第2位は人間だよ。人間が第2位ってどういうこと？実は人間同士の争いで多くの命が失われているんだ。その数は年間4万7500人にも及んでいるよ。戦争や暴力って本当に悲しいね。同じ人間同士、仲良くしなきゃいけないのに。だけど、これも知っておくことがとても大事だね。今も世界で戦争や争いが多く続いているからね。この結果を踏まえて、みんなが平和について考えるきっかけにつながったら嬉しいな。いよいよ第1位は、みんなの嫌いな蚊だよ。蚊が1位なの？あんなに小さくて身近にいる虫が？そうなんだ。身近にいる生き物だから、ちょっと意外だったかな。蚊は毎年70万人以上の人をマラリアやデング熱で殺してるんだよ。だから、世界で一番危険な生物って言われてるんだ。それを聞いたら刺されるのが怖くなっちゃうよ。でも、蚊に刺されないように対策をしっかりすれば大丈夫だよね。そうだね。感染症の危険がある国に行く機会がある人は特に気をつけてね。今日はちょっと怖い話だったけど、どうだったかな。みんなが予想してた生物のことなど、コメント欄で教えてね。知らないことがいっぱいだったよ。でも、知っておくことで安全に過ごせるようになるね。はじめはサメやライオンを予想してたけど、全然出てこなかったよ。年間の犠牲者数は、それぞれサメが10人、ライオンが100人とそれほど多くないんだ。感染症の怖さがよくわかる結果だったね。サメやライオンがランキング外なんて、まさに蚊帳の外なんだね。第1位が蚊だけにね。っていつの間にそんなことを言えるようになったんだ。次回も動物にちなんだためになる話をするから、チャンネル登録よろしくね。他の動画も見てね。